はい、ご紹介いただきました大手でございますが、ついこの間まで東京におりまして、東大でお世話になっておりました。で、移りだからといって福島に行かないというわけではございませんで、これからもずっと調査を続けていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。今日私がお話しするのは森林のお話ですけれども、例えば木そのものとかっていうお話じゃなくて、生態系全体に対しての中でセシウムがどういうふうに振る舞っているかというお話をしたいと思います。で、一人で仕事できませんで、いろいろな方に手伝ってもらって、他の大学とか研究所の方に手伝ってもらって仕事をしています。それで森林で生じていることを知る重要性っていうのは、これは私が考えていることで、それぞれの皆さん考えられている重要性っていうのはあると思うんですけれども、一般的に考えますと、森林っていうのは面積が広いわけです。で、福島県なんかだと福島県の多分 70% 以上の森林率があると思うんですけれども、非常に広い面積の土地であるということです。で、それの意味というのは、林業っていう産業的価値もありますし、森林業界ではよく公益的機能という言い方をしますけれども、災害に対する防備であるとか、環境を保全しているという意味であるとかっていう公益的機能というのがあります。あと、その中にも含まれますけれども、水源でありますから、そこから流れてくる水に対して、何か問題があると困るという意味で調べなければならないという重要性もあります。それで、科学的に考えると、森林は日本の気候条件下では一番自然に近い生態系で、人工林率も多いですけれども、自然の生態系では、放射性物質というのはどのように動いてどのように蓄積するかなどということを知るために、要するにモデルケースとして非常に調べる意味があるということがあります。それで、どのように調べていくかという、アプローチの仕方ですけれども、我々のやっていることっていうのは、集水域で見る、流域で見るという見方です。水と一緒に動くという発想から始まっているわけですけれども、そんなに動かないよって塩澤先生おっしゃってましたけれども、物理的な鋭意としてはそういうもので動くのが、温帯湿潤気候下での、自然の物質の動き方なので、そういう見方をします。で、物質循環という言葉が出てきていますけれども、何か物理的な動くものと一緒に動くという見方で見るということです。で、そういう見方ともう一つは、生態系の中で重要になってくるのは、生き物が、物質を食べたり、代謝したりとかっていうことで動くということがありますから、それも、森林の生態系の中では見る必要があるだろうというふうに考えます。それで、集水域で見るというのはくどいですけど、こういうことで、日本の集水域っていうのは、一番上流に森林があって、中流域に農地があって、人がたくさん住んでいるところがあってということ、こういうパターンが多いわけですけれども、我々の見ているところはこの辺りまでなんですけれども、そういうところで川にどう出ていくかとかっていう発想でものを見ています。で、森林のもうちょっと奥に入っていくとどういう見方がすべきかというとですね、こう箱で囲っているのは何がしか蓄積がありそうなという場所というか空間的な位置という意味ですけれども、森林の地上部であるとか、地上部っていうのは木そのものですね、あと落ち葉があるところから土壌の中で、これは、いわゆる鉱物的なものとしての土壌で、ひょっとしたら地下水に行ったりしないかとか思いますし、山地の渓流にこういうところから、いろんな部位から流れ込んでくる可能性があるというふうな見方もあります。で、その山地の渓流から中流に行って
もっと下流に行くんですけども、その間に、堆積物に溜まったりすることがあるんじゃないかとかいうふうに、これ最初にこの絵を描いたのは、研究調査を始める時点での、いわゆる仮説としてこういうことを考えて調査をしなければというふうにして考えました。でその時に、水とともに流れるものというのは、根本先生のお話にもあったんですけれども、溶存で塩田先生もおっしゃってましたけれども、溶存体として流れるか懸濁体として流れるかというものがあります。でちょっと専門的な言葉ですけれども、溶けているものとプカプカ浮いているものという意味ですね。で現実にはですね、これの区別って何かというと、あるフィルターを通過するかしないかっていうようなことで区別したりします。で要するにそれは粒がある一定の、メッシュよりもちっちゃなものを溶存体とする。でそれよりも、大きなものは、プカプカ浮いているものであるというふうな区別で現実には分けるんですけれども、こういうものの考え方があります。で、だけれども形態として、溶存体の中にはイオンっていうものすごく小さな粒のものから、溶けているように、水を見ても見えないけれども、有機物である少し大きな分子のものについているものもありますし、懸濁体の中には、いわゆる鉱物の粒子についているものもあれば、落ち葉が崩れてって有機物になったちっちゃな粒子にくっついているものもあるというわけです。これぐらいのいろんなバリエーションのものがあって、そこにセシウムというのはくっついて流れるという可能性があるというわけです。でこれを物理的な水の流れで、考えていこうっていうのが一つのアプローチで、もう一つの考え方っていうのは、生き物を介してどういうふうにセシウムが移っていくかっていうことを森林と川の連続した生態系の中で考えていますということです。でこれも最初にこういうふうに動くんじゃないかっていうのを頭の中で描いて描いた絵なんですけども、それだけでも非常に複雑な関係があります。で例えばですね、落ち葉が落ちます。で川に落ちるとそれが分解されて堆積したりしますけれども、それが微生物が分解して、その微生物が分解したものを藻類が吸収して水生昆虫が食べて、魚が食べてとかっていういろんな経路があるわけです。で陸上だと落ち葉が、落ち葉を食べる昆虫に食べられたり、その昆虫がヘビやトカゲに食べられたりとかっていうことが起こって、どんどん食う食われるの関係で食う方の方に伝わっていくっていうような関係があります。でこういうことを考えるときに、現在一番、大量に、蓄積している部位っていうのは、地表面近くの落ち葉の層や有機物の層、あるいは土壌の一番表面近くの層にたくさん溜まっているっていうのが現実にあります。でここからどういうふうに動いていったかということを考えていこうというわけです。で最終的に何をゴールにしたいかってゴールはないんですけれども、これから長くモニタリングはしていかなければならないんですけれども、森林の生態系ですね、ある空間スケールのシステムの中で、セシウムがどれだけ減っていくのかというの、減っていくのにどれだけ時間がかかるのかというのを見積もりたいというのが、モチベーションということになります。で3つのことをお話しするんですけれども、今言いましたじゃなくてこれからお話しするのは、森林の中でどう動いているかということと、どれほど流出するか、どんなふうに流出するかということと、生物間の移動ということをお話しします。で、ちょろっと結論言いますとですね、先ほど塩田先生おっしゃったように出ていかないと、全然出ていかないわけではない、ある条件の時にこれぐらい出ていきますよという話をします。で森林からですね。で、森林の中での移動っていうのは、これはなかなか世の中ではあまり知られていないかもしれないんですけど、すごくダイナミックに今でも動いているという話をします。で、生き物の中の話というのも、割とダイナミックです。で、
場所はここの、福島市の、お隣の伊達市の、小国地区というところで、根本先生が水田の、テストをされているところの、水田の上流部にある森林で、やっています。で場所はどういう、条件のところだったかというとですね、これが、ちょっと古いデータで申し訳ないんですけども、去年じゃないな一昨年の、去年の間ぐらいの時の、放射線量の、分布ですけれども、この辺りですから、線量分布ですね、0.55 マイクロシーベルトから1マイクロシーベルトのレベルというところです。それで、場所をこう、中規模とか僕ら申しますけれども、7キロぐらいの範囲の、最上流部のところから、中流域、そんなに大きくないんですけど、農地のあるところまでの川のある部分を、一つの対象流域と考えると。でその一番上流部に森林が森林は割と大きな面積あるんですけど、最上流部の森林の部分に、集中的に調査をするサイトというのを設けまして、それで、やっています。でここのピンが赤いのがいくつか立っているのは、水を、モニタリングするような場所ですというわけです。で川はこういうふうに流れていきまして、で、この川小国川上小国川ですけれども、その、流れ込むのが広瀬川で、広瀬川が阿武隈川に流れ込んで最後太平洋に流れていくと、そういうところです。で、これは、この色付けは標高のマップでして、低いところに水田地帯があって、割とこう見ていただくと森林もそこ茶色いのが森林でちょっと変な色ですけれども、そういう感じのところです。それで、実際森林の中でどんなことをするかというと、落葉落枝を集めてこれをこう飼料にいたします。で土壌のサンプルも、取ります。で、実はダイナミックに動いてますよっていうところの一番ダイナミックなところって何かというとですね、樹幹にあるものが土壌表面に落ちてくるっていう、動き方っていうのが実は今もって一番、動いているところということが分かってきましたが、それはこういうふうに調べます。落ち葉とそれから、林内の森林の中で雨の水を取る、あるいは木の幹を伝って流れる水を取るというような、そういう、プリミティブですけれども、そういう作業をします。で、これがリタートラップというのは落ち葉や、落ち枝を取るものです。でこういうのは、樹幹幹を伝って水が流れるんですけど、そういうのを採水するようなタンクを置いたりします。で、集水域の、一番最上流部ですけれども、そこから谷の渓流が流れ出ていくところに、少し、一定の形をした水路を置いてあって、それで流量を求めるというような仕掛けをします。でこれをやることで、どれだけ水が出ていき、どれだけ、セシウムが出ていくかというようなことがチェックできる、そういうような仕掛けを、2012年になってからですけれども初めて、2年ちょいぐらいやっています。2年半ぐらいですかね。はい。で、一番最初の年にできなかったのは悔やまれるところですけれども、いろいろなことが分かってきました。で水の中のセシウムとさっきも申しましたように懸濁物質と溶存物質というのがあります。でこういうような、一例ですけれども、フィルターをつけたろ過器というものでこして上に残ったもの、ろ過されたものというふうにして区別して測ったりします。それで、これからお話しするのは樹幹から臨床へどういうふうに動いているかというお話です。それで、これちょっと、生のデータみたいなもので申し訳ないんですけれども、雨っていうのはこういうふうに断続的に降るんですが、水のサンプルをためて濃度を測って、それを大体この期間はこの濃度だっただろうとやってかけて、どれだけ動きましたという量にします。で、これ
2012年から2013年のデータですけれども、樹幹からポタポタ落ちてくる水の、セシウム、この時137と134の足したものですけれども、4ベクレルとか10ベクレルとかのレベルでありました。これ結構杉の人工林の下ですけれども、いわゆる川の水に比べればはるかに濃度が高い値です。でこういうのを、積算していきますとですね、どれぐらいになるかというと、2013年のデータですけれども15ベクレルパー平方メーターパーデイという値になるんですが、これ後で年間どれぐらいっていう話を後で出しますけど、これぐらいの、量のものが、水とともに樹幹から地表面に向かって移動しているということが分かりました。それでプラスですね、で、葉っぱで落ちてくるとか、枝で落ちてくるとかいうのがあります。でこれが、リタートラップなんですけど、こういうもので集めて測定します。それで、これは濃度のデータですけれども、2013年の、途中までのデータですけれども、杉の落葉落枝、それからこれは杉人工林の中で杉の落葉落枝で、人工林の中にちょろっとある他の木というわけですけれども、杉が圧倒的に濃度が高いというのが分かると思います。でこっちは、落葉広葉樹と赤松が混交している混じっている森林ですけれども、赤松は抜群に濃度が高いというのが分かると思います。で、これは、時間が経つとともにこう落ちてきて少なくなっているんですけれども、これはですね、なぜこれが高いかというと、赤松は常緑樹なので降ってる時に葉っぱがついてるわけです。2011年の3月ですね。で他のこれは落葉樹ですけれども、これは葉っぱがついてないわけです。で葉っぱに降ったので葉っぱが濃度が高くて、付着したもので濃度が高いわけです。でこれが減っていっているのは、若い葉っぱと更新していくので、落ちてくるものが減っていくっていうような現象なんですけれども、これは杉も同じことです。でこのレベルが例えば2万ベクレルパーキログラムとか3万ベクレルパーキログラムという値なんですが、高いねというわけです。これは付着してしまっているから。でじゃあこの、落葉樹の樹幹の下ってのはどうなっているかというと、要するに落ち葉に、沈着したということになるわけです。でところがですね、次のこの絵を見ていただいて、こっちは高いのは分かる。でもこのならケヤキ赤シでイタヤカエデとかってこれ落葉樹ですけれども、要するにそのフォールアウトがあった時に葉っぱがついてなかったものです。でその次の年に出た葉っぱをそう次の年じゃなくてその年ですね、2011年これ次の年です、すいません、次の年に出た葉っぱを2012年の10月とかに回収してやると、今図を拡大しただけですけど1000ベクレル2000ベクレルレベルの濃度になるわけです。ということはこれどういうことかと言いますとですね、これはその振った時についてなかった葉っぱですから、どっかからここにできた葉っぱに、移ってきたとセシウムがということが分かります。ということは要するに落葉樹は最初に葉っぱなかったんですけれども、次のその年もそうでしょうし、その次の年の葉っぱにも、どっかからセシウムがこう樹体の中を通って移ってきたということが分かります。でそのレベルはだからこれぐらいのレベルになっているという。ということは、木はどっかで、吸収しているか、それとも樹皮、先ほどの果樹の話からもあったんですけれども、樹皮に付着したものが中に入ってそれを葉っぱに、移しているかということが分かります。でこれ例えばその落葉樹の葉っぱと、松の葉っぱ、そのさっきのデータの、元になる葉っぱですけれども、松の場合は表面に付着していますけれども、広葉樹の場合は付着というのは少なくて、でもうっすらとこの葉っぱの中には、セシウムの、蓄積はあるということです。で今のお話でこう言うべきことっていうのは何かというと、常緑樹の樹幹に降下したものっていうのは落葉によって、新しい葉っぱに変わることで徐々にこう減少していってるんですけれども、広葉樹の葉は1000ベクレルパーキログラムレベルのセシウムっていうのが検出されると、それは他の部位から転流してきて流れてきてそこに葉っぱの方に、運ばれているということを意味しているということです。
それで、葉っぱだけじゃなくて、木の中にどれぐらい入っているかっていうことも、サンプリングをしてですね、何本か毎年切ってもらってその中にどれぐらい入っているかという調査をしています。それでこれは、こっちが、コナラですね。コナラと杉の断面ですけれども、樹皮と偏材と芯材という言い方をしますけれども、それを分けてそれぞれの濃度を測っています。で、どういうふうになるかと申しますと、ですね、樹皮はこんなようになります。で、コナラと杉ですけれども、ほとんどお隣に生えてる木なんですけれども、樹皮は、コナラの場合は振った時には葉っぱついてませんから上から下まで割と均等に、セシウムの、付着が見られます。で杉の場合は、この辺りに、葉っぱがついてますから葉っぱにたくさん付着して樹皮の表面木の表面には、こういう分布ができて、樹幹から下の部分には濃度が薄くなるというこういうくっつき方をするというのが分かります。でレベルでいうと1万ベクレルか2万ベクレルパーキログラムというオーダーの値になっていて非常に高いなという感じはします。でこれが材木ですね。その中の材の、濃度分布ですけれども、それほど上下に、大きな違いがなくて割と均等に見えています。でこの測定値は2012年の材ですけれども、樹皮に比べると100分の1ぐらいのオーダーの濃度で、偏材に入っていて芯材に入っている。でちょっと注目すべきというかびっくりしたのは杉の方は、芯材ですね、真ん中の方の材にもほとんど同じぐらいの濃度で入っているということが分かります。でこの入ったセシウムっていうのが、根から吸収されたものなのか樹皮から、内側に向かって入っていったものなのかという議論っていうのは、我々の学会の中でも、こっちだという人とこっちだという人とがいて、結論がまだ出ていないというのが、正直なところです。で、これが2012年のデータなんですけど2013年のデータも、お示しできればよかったんですけどちょっとまだ整理途中で2012年に比べて2013年の濃度っていうのは杉では減少しているんですけれどもコナラは逆に、増加しているというような傾向がありました。で、という事実だけお伝えしておきます。で、次に、出ていくっていうお話ですけれども、河川水の、モニタリングというのでそれをやっています。で、上流から下流まで、一番最上流森林ですけれども途中農地を通って最後の方まで農地ですけれども、どれぐらいの河川水の濃度があるかっていうことでこれはでも2012年の6月から11月で、少し、雨による増水を含むようなデータを平均値を取ってこう示していますけれども、そういう意味で一番低いところでも1ベクレルとかあってこれは少し先ほどのからのお話の中のデータよりも濃度は高いねっていう感じを受けられるかもしれないんですけれどもちょっと僕らが注目してたのは、こういうところに上小国川の支流が入るんですけれども支流のところで、濃度が高いのが入るところがあります。でこの支流の上っていうのは森林なんですけれども、この入ってくるものっていうのが、溶造体ではなくて懸濁体であるということをお話しします。で、これは我々の、森林の最上流部のサイトで測定している、データの一つの例ですけれども、この水色のデータっていうのは流出量です。水の傘ですね。流量が雨に対してずっと流量が増えますっていうそういうデータです。でそれに対してセシウムの、濃度が、こんなふうに変動します。でこういうふうに変動するんですけれどもこの、濃度のほとんどのものは
懸濁体のものなんです。で要するにプカプカ浮いてるもので、要するに、濁ったねっていう水が濁りましたね、その濁りのものとして出てきているものはこういうふうに変動します。なので、一番低いところで 0.1 なんとかベクレルだったものが、1.4 とかぐらいになるわけですけれども、もっと大きな、出水のことがあると大雨が降って、台風が来たりとかして大雨が降ったりするともっと濁るわけですね。そういうことがあるとこれがドーンと何十倍かに上がるというようなことが、その雨のたんびに起こっているというわけです。でこういう変化がありますもんですから、そういうのを、全部、考慮に入れて流量に対してどれだけセシウムが流れていくかということを見積もります。そうしてやると、年間どれぐらい出るかっていうと330からこの集水域ですけれども330から670ベクレルで、なんでこんなに幅があるかというと、大きな雨が入って増水が、イベントが入ると大きな量になりますし、それが少ないとこれぐらいですというような間の値というわけです。でこれとですね、先ほどの、森の中で樹幹から地表面に降ってくる量というのと比較してやりますとこんな感じになってですね、実は出ていく川に流れ出ていく量よりも樹幹から地表面に向かって動いている量の方が、1オーダー高い何十倍かの量が動いているということになります。でこの動き方っていうのは、あれから3年ですけれども今でもこのオーダーで動いていてですね、どうしてこんなにたくさんまだ樹幹に積もっていてそれが動くのかっていうのが割ともうちょっとちゃんと考えないとというぐらい、ダイナミックに動いているということが分かります。で、これが出ていかない話っていうのは先ほど塩田先生がおっしゃってた、理屈によるわけなんですけれども、これぐらいの違いがあって、すいません、出ていかないという意味は、森林の中でじっとしているというんじゃなくて森林の中で、樹幹と土壌の間で動きがあるということが、言えるというわけです。でこの出ていかない量の意味っていうのが例えば、我々が測っているところの、沈着量の推定値っていうのがあるわけです。これは文科省が出している、マップですけれども、それだと、これぐらいのオーダーなんですけれども、10万ベクレルか30万ベクレルパー平方メートルですけれども、先ほど言った値っていうのはこれぐらいですから、1年間にこれぐらいしか出ていかないということは何百年というわけです。でそれでさっきの塩田先生の見積もりっていうのは合うわけなんですけれども、ということはどういうことかというと、出ていって少なくなるというのを期待するのではなくて、要するにその場で減っていくということしかないということになるわけです。それで、今までのお話を、まとめますと、ここで動く量っていうのがものすごく今のところ大きいですよ。でここに出ていく量っていうのはこれに比べるとオーダーで少ないんですよということになります。それで、次の話なんですけれども、生き物の周りでどういうことが起こっているかということを、最後にお話しします。で、どういうコンセプトで見るかというとですね、空食われる関係っていうのを頭に描くわけです。でそれのことを栄養段階で評価するというふうに言うんですけれども、植物これ水生生態系だとするとですけれども、植物プランクトンを動物プランクトンが食べて、動物プランクトンを魚が食べて、魚がもっと大きな魚を食べる、ここが例えば水生昆虫だったりするんですけれども、そういう関係のことを、食物網といいます。食物連鎖で構成される食物網、食物の網といいますけれども、それを調べます。でここに同位体と書いてますけれども、これは何かというとですね、空食われるの関係を、ある指標を使うと数字で何段階ですよとかっていうのが、示せる指標があります。これは、体の細胞の中の窒素の値を測ってやると、同位体という値を測ってやると、あ
ある生き物が、何段目ぐらいの生き物かというのが評価できるという方法ですけれども、そういうのと合わせてやってみます。でまずはこれは一番2012年の最初の頃にスナップショットで、測定したものですけれども、もういろんな生き物がダーッと並んでますけれども、こっちが陸域のもの、こっちが水の中にいるものですけれども、例えば落ち葉が抜群に濃度が高いわけですけど、7万ベクレルとかな値になるんですけれども、それに対して例えばミミズは高いですね、ミミズ食べるトカゲは高いですねっていうふうに、何がしかこうキーになるものがあるわけです。でこういうのを調べるために、クークワレの関係をある程度グルーピングしてですね、これはこの生き物はどういうグループに入りますよっていうのをグルーピングしてやって、どういう関係性があるかということを頭に描いた上でそのセシウムの濃度というのを考えています。でそれは例えばですね、落ち葉を食べる生き物がいて、その落ち葉を食べる生き物を食べる生き物がいるっていう、こういう段階ですね。でそうかと思うと、生の葉っぱですね、生きている植物の葉っぱを食べる、いわゆる蝶の幼虫とかそういうやつらが、います。でそれを食べるクモがいるとか、鳥がいるとか、そういうのを考えながらやります。で、それを陸と、水の中というのを考えてやりますが、こういうふうになりました。で陸の方では落ち葉を食べるものから始まる食物連鎖の、上に乗ってる生き物っていうのは、生の葉っぱを食べる生き物の連鎖の上に乗っているものよりも、何十倍か濃度が高くなるということです。でこれは単純に言うと、落ち葉から始まる方が生葉から始まる方よりも最初の濃度が違うというわけですね。で落ち葉が抜群に濃度が高いので、そこから始まる生き物っていうのはもうずっと高い、濃度になります。で水域の方は、やはり落ち葉から始まるやつは少し濃度が高いんですけれども、混ざる効果があって、こういうふうな形になっています。でここで言いたいことっていうのは、生殖連鎖っていうんですけども、生葉から始まるものよりも落ち葉から始まるものの方が著しく濃度が高い。でこれは要するに、そこの森林っていうのが最初に、セシウムが沈着した時に葉っぱが落ちていて、落葉樹林が多いんですけれども、葉っぱが落ちていて落ち葉にほとんど溜まってしまったということから始まっているからだというふうに言えます。でもう一つ言えることはですね、何かというとですね、このことが割と重要だと思うんですけれども、このグラフの横軸は何かと言いますと、右に行けば右に行くほど食う方ですね、栄養段階が高くなっていく方と思っていただければいいと思います。で左に行くと食われる方ですね。でそれで見るとセシウムの濃度はものすごくばらつきが大きいですけれども、目を細めてみると、濃度は、下がる、栄養段階が高いところで濃度が高いものはいませんというわけです。でこれの意味することっていうのは、いわゆる一般的な定義での、生物濃縮ですねが、自然の中にいる生き物の中では起こっていないということが言えるかと思います。というわけです。で、そういう、データが出てきているんですけれども、実は水系の方が、もうすでに伝わっています。で陸の方は、腐食連鎖で始まるものは結構栄養段階の高いところまでもうすでに伝わっているんですけれども、生葉から始まる方の連鎖のところでは、先ほど言いましたように、コナラの葉っぱにそれなりの濃度のものが回っているので、これからだんだんそっちの方から、生殖連鎖の方で濃度も高くなっていくレベルに移っていくんだろうなというふうに見ています。それで喫緊の課題としましてはですね、こういうことがあると思っています。硫化する有機物はどういうふうな吸着体なのか、メカニズムですね、そういうことが植物体の中での転流の実態とメカニズム、これ転流してるなっていうことは分かったんですけれども、今まで
のところ細かなメカニズムっていうのは分かっていません。あと生物への移動経路っていうのが、今まで我々が調べた中では濃縮起こっていないというふうに見ていますけれども、それを生理的に、理論的に起こらないというふうなことと、それと、現場での整合性っていうのを取っていかなければならないと思います。で、大事なことは森林から少しずつしか流出しません。で、大量の雨が出水が起こる時には動きます。で、出水で動かす量と普段流れている水が動かす量の割合というのは集水域の地形であるとか、水の動き方の決める、土壌の性質であるとかで大きく変わるので、ここのところは、一言で言えない部分があります。でも大きな水が出た時には動くということを頭に置いておく方がいいと思います。であとは、今はまだ林内でダイナミックに移動しているということです。ということです。いろんな方に協力をしていただいています。伊達市の皆さんとか、山持ちの方とかにも、ご協力いただいています。ありがとうございました。